いいねわあ、でもちょっと角度が。ギーツのカプセルを見ると背景は赤。取り付いてんのかな、何なのかな。困ったね。どうしようかな。ほんとどうしようかな。ペンチかなんかを突っ込んでクイクイクイという。今ちょっと思いついた。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。前回の続きやっていきます。このキュービちゃんを分解し始めたところからのスタートです。まだ前回の動画見てない人は今すぐ見てまた戻ってきてください。まだまだ全然間に合います。じゃあスターツ。特撮改造エキシビジョン。これ外れんのかな、全部。ちょっと一回分解してみましょう。これでどうですか。1個外れましたね。外れましたね。オッケー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 。やった。ここか、この辺か。ここにもまだあるわ。なるほど。よし、分解完了。尻尾、ここ切り取らないとダメですね。これも分解しましょう。よし、こんなパーツが取れました。あとはもうニッパーですね。ここをね、少しだけ残しとくと、パーツ貼り付けやすいかなと思うんですよ。ちょっとやってみましょう、実際にね。今、ちょっと残ってますね。ここに、こうやって、ちょうどかぶせられる場所ができた方がくっつきやすいかなっていうので、残しときました。グルーガン塗って、ガキョーンとくっつける。あとはちょっと溶かして、パーツの境目を溶かして、つなぎ合わせることで、プラスチック同士がくっついて、より強固になります。よし、じゃあこの辺の赤パーツをしっかりくっつけていきましょう。そして次、これですね。よーし。これで尻尾3つくっついた状態で手に入りました。さあ、パーツがある程度揃ったので、こっから尻尾をどんどん貼り付けていきます。ちなみにこれ僕の机にずっといる海洋堂のキュービさんなんですけど、かっこいいでしょ。これで表すとこんな感じ。尻尾がね、ワシャーってなってる感じにしていきたいんですよ。だからこのイメージをみんな思い浮かべながら、こっから先見てね。よし。じゃあ、どうしよう。ちょっと1個ずつグルーガンでくっつけていくか。尻尾の向きはある程度、こう3つずつで揃えたいよね、やっぱりね。いいんじゃないかな。今ちょっと思いついた。今ちょっと思いついたかも。これ、キュービの半円パーツを体に見立てるっていうのは無理か？キュービの半円パーツを体に見立てるっていうのは無理か？どうも編集中のパウチ、ヘンパウです。ちょっとここで解説します。この今言ってたアイデア、これはですね、このブーストマーク9レイズバックルの半円パーツ、赤いクリアパーツのここ、ちょっと尻尾がついてるから、こういう綺麗な半円にはなってないんだけど、ここ半円パーツなわけですよ。ここメーターがついててね、これ非常にかっこいいんです。このパーツで、キツネの体を表現できないかなと思ったんですよ。というのはね、ここに尻尾をただただ生やしていくと、唐突に尻尾が生えるやんか。わかる？伝わってんのかな？なんでここに尻尾があんのかなっていう。それはここに例えば体があると、キツネの体があると、この体から尻尾がブワッと生えてんだなみたいなイメージしやすいやん。でもこれ唐突に尻尾だけでもいいんだけど、かっこいいと思うんだけど、ブワッと広がってね、かっこいいと思うけど、なんか尻尾の大元を表現したいなと思ったんですよ。で、ちょうどここに来たキツネの顔があって、体があって、手足もあんのかな、わからんけど、ほんで尻尾がブワッとなってると、そうするとよりキツネを連想しやすいし、そのキツネが取り付いてんのかな、何なのかなみたいなことにもなって、想像の幅が広がるかなっていうのを、今のはぁっていうあれで瞬間に思いついたわけです。ブワーっとね。だいたいあんな感じで思いついてます。いつもはぁっつって急にバーってくるから、今まで割とねカットしがちだったんだけども、そういうのも見せていこうと思って最近よく採用してます。はいだから編集のやり方もちょっとずつ変わっていってるってことですね。それはいいんだけど、でこのパーツがかっこいいからなんとかならないかなと思って、今からちょっとやります結局解説しますっつって最後まとめがやりますで終わんのマジ続き見てどうかね。もしこれ邪魔やったらもう切っちゃってもいいしね、別にね。こんな感じ。ちょっとここいろいろ入りすぎてんのか。じゃあこれだけはこのパーツでいく。このメーターだけ切り取ってくっつけたらいいかも。ちょっとやってみようよねよっしゃ、素敵なパーツが取れました。このびっくりマークエクスクラメーションの中身パーツはどれや、どこや。中身、これか。これいいですね。ここに貼り付けてさ、
あとは溶かしてフラットにハンダゴティング。あんまやりすぎるとダメやけどね。じわーっと平らにしていきます。グルーガン塗って貼り付ける。ドスン。で、これをこの辺にこうつけることで、これがキュービのものになったでしょ？キュービのものになったでしょ？なったのかなならないか。ね、こっち端っこちょっと出てるのが、こうするよりも、ちょっと出てる感じが良さそうですね。凄まじい粘着力。はい。なんかキュービ仕様のパーツになったでしょ。これをこの辺に、ちょっとこの体っぽく、いいんじゃない？体ですって言い張ればいいんですよ。それでなんとかなる。さあ、ここから尻尾ですね。最初の1本がすごく難しいですね。まず1本目は何も指針がないので、とりあえず大雑把なインスピレーションで決めちゃいましょうか。で、こっちに行くかこっちに行くか。どっちかですね。これまた尻尾ここ、いいですね。ちょうどここの部分の穴をここにクッと開ければガコンと入りますね。というわけで大きさぴったりの溝を掘りまして、ガポンとはまった。でもちょっと角度が嫌だ。気持ちいい角度になるように穴を開け直して刺してみてっていうので様子を見てるところで、残念、メインカメラのバッテリー落ちましたということでこの先は翌朝です。特撮改造エキシビジョン。さあ、別日になってます。続きやっていきましょう。続きというか、メインカメラの電源落ちてからここに尻尾1本だけつけて終わったんだけど、結局このパーツも外れたのでまた最初からって感じですね。はい、改めてこんなパーツができました。で、これをここに貼ってみましたというところで終わりましたね。で、こっちのパーツ貼り付けた状態で、ここが重ならないようにこんな感じで配置しました。そうするとこのカプセルをはめる穴にここが被っちゃうので、これはちょっと切りましょうか。そんな大事でもないので、もうパパッといきますけど。こんなもんですね。さあ、ここ貼り付けましょう。はい。で、今、ここに隙間が空いてて、こうやってグーンって落ちてきちゃうんだけど、これは尻尾をたくさんここに挟み込むので、それで支えられるだろうというのでやってます。で、こんな感じでね、どんどん挟み込んでいくんです。で、ここの尻尾の向き、こういう風に揃えていきたいんですよ。これを揃えないと、ぐちゃぐちゃの毛並みの犬とか猫みたいな感じで、ちょっと、わーってなっちゃうんですよね。僕はですよ。僕の感覚ではですよ。だから、こうやってできるだけ揃えときたいなと。毛並みが汚いからっつって動物ちゃん本来が気持ち悪いとかそういうわけじゃないんですよ。そういう意味じゃないですからね。動物愛護団体に訴えるぞとか、そういうのやめてよ。僕は基本動物好きな男ですから。はい。どう考えたってこの風貌で山小屋に住むとしたら、傍らに動物いるでしょ。何この変な説得力。尻尾一本ずつしっかり喋りながら貼り付けていったんですけど、当然カットしますわな。どんどん増えていきました。尻尾が全部つきました。いや、さすがにやっぱ9本密集させると混み合うね。レイズバックルの場合はこういったからね、なんかすごい綺麗にまとまってるけど、密集させるとキュービってこういうもんよ。だ実際のキュービの妖怪がいたかどうかはわからないけど、いたとしたらなかなか尻尾大変でしたね。キュービさんも大変ですな。さて、そしてですね、この辺見ていただくと、やっぱこっちと比べるとね、ガラ空きですね。この辺を何か埋めたいんですよ。でも、なんかブーストがこっちまで侵食するっていうのも違う気がして、やっぱ分けたいなっていう気もするんだけど、この辺を貼り付けると、すごい見事に穴埋めになるよなという気もするんです。でも、こっちの時にも言ったけど、やっぱ、この両方に半円が来るっていうのは、なかなかダサいなっていうのもあって、これ困ったね。どうしようかな。どうしようかな。ここに来てこれ、変形の尻尾みたいに見えるか。よくないな。違うな。で、ここはやっぱ光の道で残しときたいので、ここにバコーンとかつけるとか、こういうのは嫌なんですよね。嫌やな。どうしようかな。なんか意味わからんけどめっちゃかっこいいな。台風みたいな。これありかな。いや、ありっぽいな。じゃあ、今のところこんな感じです。だいぶ盛り上がってきました。いいね。かっこいいわ。
気分転換でカプセム作りましょう。ここからフォトショップの画面で説明していきます。まずいつも使ってるカプセムの台紙を貼り付けて色を変えていくんですけど、ギーツのカプセムを見ると背景は赤ですね。まあこれわかります。イメージぴったりです。なので僕も赤にします。ちょっと朱色寄りの赤にしました。やっぱ神社モチーフっていうことで真っ赤よりは朱色かなと。で、そこにギーツのクレストをはめます。ちょっと今回 ID コアを意識して作ってみようと思います。ギーツのクレストの周りを朱色で縁取り、ぼんやりする感じの朱色ですね。わーっと全部縁取りしたら背景に大きさ合わせます。そしてクレストからね、光がブワーっと放射状に広がるイメージで作っていきます。だから今回は4枚あるうち1回もクレストは動きません。後ろが光っていくだけ。絵柄が動くのが当たり前という先入観を逆手に取った僕なりの ID コアカプセムですね。そして動くとこんな感じです。どうですかね、光ってるように見えますかしら次にカプセムを分解します。ペンチかなんかを突っ込んでクイックイックイッとゆっくり引き上げると外れます。ちょっと怖いけどね、慎重にね。真ん中の透明カプセルはマイナスドライバーとかノミとか細いものを突っ込んで金槌で何回か叩くとパキって言います。それで通常は外れるんだけども、こうやって外れない場合はまだ入りが甘いので、もう一回チャレンジしましょう。慎重にね。それでめったにないけど、それでもダメな場合は細いのを左右に振るとこのように開きます。で、残ったシール貼りパーツは爪を突っ込んでもダメな場合はまた細いもので書き出すと取れますが、これも割れないようにね。で、シールはまあ剥がれるようなら剥がしたらいいけど、別にそのままでもいいかなって感じ。どうせ色塗ってまたシール貼るし、こっちはシールなんか剥がれそうになかったのでもういいやと思ってそのまま行きます。で、今回の塗装はギーツの色そのままで、下が赤で上が白ですね。ミコさんの格好と同じ色です。じゃあ今度はピン配列をいじりますが、その前に一応音声確認しときましょう。ドライバーに問題がなければ響きっていうはずです。はい。はい、響さんでしたね。響さんのピンをギーツに変えるには2本足して1本削る。このピン解析はもちろん、クレーンのジョーさん至高のピン解析ありがとうございます。これね、本当に簡単。ハンダゴテで開けた穴、ドリルでもいいです。穴開けて、爪楊枝突っ込むだけ。で、いらんところはニッパーでちょん切ると。ごちそうの時めっちゃ難しかったけどね。また簡単に戻ってくれて助かってます。さあ、ギーツさん大丈夫かな？鳴らしてみましょう。よーし、うまくいったぞ。ああ、一安心。じゃあこのまま完成まで持っていきましょう。まず印刷したシールはこんな感じ。これを切って順番間違えないように貼っていくんですけど、ごめん、カメラから完全に外れてるわ。まあまあ貼るんです。で、せっかくなので上下パーツに墨入れしていきます。これは墨入れ専用の塗料があるので便利ですね。僕のやつはもう時間が経って乾いちゃってるので、バート塗ってティッシュで拭くんですよね。普通は拭かなくていいです。で、シールの土台パーツをカプセルに閉じ込めて、接着剤4箇所ぐらいかな。それで留めれば大丈夫だと思います。あとは上下パーツ突っ込むだけですね。はい、ちょっとカタカタ言うけど無事に回りましたと。さあ、カプセルも無事できたところで最後の仕上げに行きましょう。今この状態ですけど、これにこれですね、この可愛いパーツ、キツネの顔半円パーツを使った胴体です。ここがちゃんと見えるようにしようとすると、この耳のここの角度がちょうどいいんですね。こういう風にしましょうか。ということは、接着しやすいようにどんどんゴティングで溶かして削っていきます。そこにキュービさんの顔をグルーガンで接着。さあ、キュービちゃんの顔が無事につきまして、最終的にじゃーん、こんな感じにまとまりました。でね、この手のパーツ、これはもう動画で省いたんですけど、もともとバックルについてた手と、ゾイドワイルドの中から3本指の手がちょうどあったので、ゾイドのパーツを貼り付けました。こっちのブーストの影響を受けて、ちょっとだけでっかくなってるみたいなニュアンスですね。というのも、ここにカプセムをはめるんですけど、それをグッと押さえてるような感じにしたいなと思って、こっちだとちょっとね、指短かったんですよね。だからこのブーストの設定をうまいこと利用したという感じです。だからここ手を赤くしたり赤い爪つけたりも良かったんですけど、まあこっちと同じでちょっとだけでっかくなったみたいな。ブーストよりも絶対マーク9の方が強いやん。だからそんなに影響は受けないだろうっていうことで、まあこんなぐらいにしとこうかなっていうところですね。はい。かわいいね。いいでしょう。はい、じゃあカプセム。これ上下ね、墨入れしまして、さっき上しか見せてなかったので、下も墨入れこんな感じです。じゃあはめてみましょう。よし。これはブーストの影響を受けて赤いのかな。いきます。かっこいい。ファイト。よっしゃー。ほんで見て、この光。ちょうどこっちが赤でこっちが白。僕ね、ここまで正直計算してなかったんですよ。だからちょうど良かったっていうか、逆に言うと危なかったと思って、これ逆にしてたら光逆やからさ、めっちゃ危なかったなと思って。バッチリですね。いいでしょ、いいでしょ。で、ここをブースト1個つけたんですけど、これはこのつなぎ目というかね、
まあ、この丸の囲う意味でつけてます。だからこっちのブーストとは別ですね。これはブーストではないという解釈です。それでいくと、こっち側ブーストが1、2、3、4、5、5つですね。はい、ブーストが5つ集まってという設定もちゃんと組んでおります。完璧でございます。これはコメントでもいただいてました。マフラー5つでマーク2を連想できるからこのままでも良さそう。それからブースト5つだとブースト、マーク2、マーク3、9でギーツの歴史が表されてますねという。ありがとうございます。あとですね、設定として結構面白いコメントもいただいてます。このブーストが多すぎて変身するときベルトが飛んでかんように耐えながら変身とかしてほしいなって。だからこう、変身って、I'm on it つって変身やろうとするとこう、ブンブンブン、ブンブンつって飛んでいこうとするみたいなね。いや、面白いですね。だからその勢いをこっちからキュービが抑え込んでるみたいな解釈もできそうですね。はい、去年カイザンの Z ドライバーから始まったこのドリームダイブシリーズ、やっと2個目というね。いや、かなりスローペースです。こっから加速していきたいですね。次は誰の夢に飛び込んでもらおうかなでもちょっとこの考え方は危ないかもしれませんね。03寄りになってきてますか？今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためにはファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ、これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。